皆様こんにちは、セリナです。今回は10月28日発売、アディクションのホリデー第2弾より、アイ&チークコンパクトアディクションストーリーオブライフ、101番のブロッサムオブライフと102番のディープルーツをご紹介していきます。アディクションは8月に発売されたアイシャドウパレットがかなり人気アイテムで、コメント欄でも今回のホリデー気になるという方がすごく多かったので、期待大のアイテムですよね。パレットを見た感じ、101番と102番、結構カラーのイメージが似ているかなと思いましたが、実際に使ってみるとそれぞれどんなイメージなのか単色塗りもしてご紹介していきますので、どんな仕上がりになるのかぜひチェックしていただけたら嬉しいです。こちらのチャンネルでは他のブランドのクリスマスコフレのご紹介や、サブチャンネルではコフレについてリクエストやご質問いただいた内容をアップしていきますので、気になっている方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。ホリデー2022コレクションストーリーオブライフ。私たち一人一人に備わる類稀なる才能、ユニークな価値観。そこには脈々と受け継がれてきたルーツがあります。それはまるで芳醇な大地に根を張り、吸い上げたエネルギーで若葉を芽吹かせ、花や実をつける大樹の循環システムのよう。はるか昔から繰り返されてきた季節が巡り、次の世代へとバトンを渡すサイクル。アディクション2022ホリデーコレクションは、継承されてきた才能や英知の奥にあるファミリーツリーをテーマに、自然界の豊かなサイクルに着想を得たエナジティックなカラーたち。コラボレーションするのは、ファッションフォト界のレジェンド、マリオ・ソレンティ。彼による娘、グレイ・ソレンティのフォトコラージュが物語に奥行きをもたらします。自分自身のオリジナリティとその深いルーツに思いを馳せながら、インディビジュアルな表情を発見してということで、ご紹介していくのはアイ&チークパレットアディクションストーリーオブライフの2色です。世代を超えて継承されていく愛や才能をエッセンシャルなカラーで表現。根や木の幹、花や実など芳醇なカラーソースにファミリーツリーのイメージを重ねたアイ&チークパレット。自分だけのユニークネスを誇る普遍的な美しさをまとって、101のブロッサムオブライフは、花を咲かせて実をつけるように才能が開花する様子を表現したコーラル&ゴールドのパレット。102のディープルーツは、大地深くに広がる根と木々へ巡るエネルギーを表現したイエロー&ゴールドのパレット。それでは101のパレットから見ていきたいと思います。今回のパレットはニュアンサータイプとパールタイプのチーク、そしてアイシャドウ4色で構成されていて、アイシャドウから順に A、B、C、D、E、そしてチークが F という番号が振ってあります。まずはアイシャドウ単色塗りしてそれぞれカラーを見ていきたいと思います。まず A のカラーはクリアにきらめく大粒のホワイトゴールドスパークルタイプ。今回はアイシャドウもハイライトも全て限定のカラーということです。こちらの A はスパークルタイプということで、既存のスパークルと同様大粒のラメが華やかですね。はい、A のカラーはこんな感じでした。クリアにきらめく大粒のホワイトゴールドというカラーですが、まぶたにのせてみるとベースのカラーに結構黄身を感じます。やはりこの大粒のラメがアディクションらしくて素敵ですね。続いて B は柔らかに肌へ溶け込むゴールデンオレンジパールタイプ。本当に説明の通り柔らかいゴールデンオレンジで可愛いですね。質感もベースはふわっとしていて、その上に程よいラメが乗る感じです。はい、B はこんな感じです。
しっかりとベースのオレンジカラーも発色して、上にゴールドの大粒ラメがキラキラと輝いています。粉質としてはしっとりとしている濡れツヤタイプという感じではなく、ふんわりと肌にぼけてくれるようなタイプですね。C は愛らしい花びらのようなコーラルピンク。こちらもパールタイプ。こちらはコーラルピンクということで、今回101のパレットも、後ほどご紹介する102のパレットも、見た目の感じ、一見似てるかなと思いましたが、このピンクだったり、先ほどのオレンジのカラーが101の柔らかい雰囲気を出していて、可愛いですよね。コーラルピンクということですが、結構ピンク寄りのカラーですね。可愛いです。はい、C はこんな感じです。柔らかい暖色系のピンクという感じで、アディクションはこういった絶妙なカラーが得意ですよね。ベースのカラーがしっかりと発色して、パールのツヤめきが綺麗です。D は実りの季節を思わせる芳醇なバーガンディ。こちらもパールタイプです。D は今回のパレットで一番深みがあるカラーですね。8月に発売された4色パレットのアイシャドウは、粉質がもう少し軽くて、ふわっと肌に溶け込むように馴染む質感だったのですが、今回のパレットは既存タイプの単色アイシャドウに近い感じで、カラーがしっかりとまぶたの上に乗ります。でも指でも綺麗にぼけてくれます。はい、D のカラーはこんな感じです。説明の通りバーガンディカラーですが、微細なシルバーラメが輝くので、クールで色っぽい印象です。隣に塗っているコーラルピンクとの相性も良さそうです。では、こちらのアイシャドウ4色を使ったメイクご紹介していきます。まず B を指に取って、アイホール全体に塗っていきます。アディクションは発色がしっかりしつつも、指でも綺麗にパウダーが馴染んでくれるところがすごくいいですよね。特にこの B のカラーはパールタイプですが、大粒のラメも感じるので、指塗りでも綺麗に仕上がって、ベースに使っても可愛いです。オレンジのカラーに大粒のラメが入っているところが可愛いですよね。続いて D を指に取って、上まぶたの目の際全体にぼかしていきます。D のカラーは一番発色が濃くて深みのあるカラーですが、こちらも指で塗っても綺麗に馴染んでくれます。C のピンクと組み合わせても可愛いかなと思ったんですけれども、あえてこのオレンジと組み合わせると温かみがあってすごく可愛いなと思います。ベースに塗っているオレンジのゴールドラメと今塗っている D のシルバーラメが合わさって素敵ですよね。C を MAC のホリデー限定のアイシャドウブラシの細い面に取って、下まぶた全体に入れていきます。程よいパールのツヤ感があるので、下まぶたに入れるとツヤっとしてすごく可愛いです。上まぶたは深みのあるグラデーションを使ったので、下まぶたに少し明るさを入れていきます。最後 A を指に取って、上まぶたの黒目の中心にトントンとラメを重ねて、そのままブラシにも取って、下まぶたの黒目の下にトントンとこちらにもラメをのせていきます。
はい、こんな感じで101のパレット、アイシャドウ全色使ったメイクが完成しました。101はオレンジやバーガンディ、ピンクなど結構しっかりカラーが出るアイシャドウがセットされていましたが、どれもラメやパールのツヤ感が輝いていたり、粉質の良さで全色を使ってもすごく綺麗に馴染んでトレンドっぽい目元に仕上がりました。ベースのカラーの発色がいいので、最後にスパークルタイプを重ねるとより綺麗に大粒のラメが見えてきます。アディクションはやはりこの絶妙な色出しと大粒のラメ感が可愛いですよね。ではこのまま E のニュアンサーをハイライトとして塗っていきます。濡れたようなツヤを重ねるコーラルベージュということで、このニュアンサータイプはハイライトとしてもチークの上から重ねても使えるものなのですが、今回一緒にセットされているチークがパールタイプでラメが入っているので、ニュアンサーはハイライトとして塗ってみました。こんな感じでほんのりコーラルの明るさが出るベースに、こちらにもゴールドのラメがキラキラと輝いてすごく可愛いです。近くで見てもやはりアディクションはチークの質感もいいので粉っぽくならずに軽やかに綺麗なツヤを出してくれています。では最後 F のチーク塗っていきます。こちらはバラのようにノーブルなローズピンクというカラーで、パールタイプなのでツヤも感じられますね。発色もしっかりとしていますが、ふわっと綺麗に馴染んでくれます。F のチークはこんな感じでした。パレット上で見ても結構シルバーのラメが効いていて、このくらい距離があると自然なツヤという感じに見えますが、近くで見ると顔を動かした時にシルバーのラメがちらっと見えます。はい、こんな感じで101のブロッサムオブライフ全色使ったメイクが完成しました。今回目元はオレンジのカラーをメインにしたので、どちらかというと暖色っぽいイメージに仕上がったかなと思いますが、チークがローズピンクでさらにシルバーのラメが輝いているので、透明感もアップして華やかさも増しているかなと思います。パレットのピンクやバーガンディのみで仕上げれば女性らしい色っぽいピンクメイクに仕上がって、オレンジ系を使えば華やかな印象に仕上がって、もちろん全色を使ってメイクしても可愛いなと思います。トレンド感と華やかさがあって素敵ですね。では102のディープルーツ見ていきます。まずはアイシャドウ単色塗りしていきます。A はリッチにきらめく大粒のブロンズゴールドスパークルタイプ。101のパレットのこの A のカラーも同じスパークルタイプでしたが、102のスパークルの方がより大粒のラメのツヤめきが強くて綺麗ですね。ベースにもしっかりと深みが出るようなカラーがついています。はい、A はこんな感じでした。明るめのブロンズのようなベースのカラーもついているので、単色塗りでもすごく可愛いです。結構大粒のゴールドラメがしっかりとキラッと輝いて特別感があって素敵です。続いて B はまろやかな暖かさのグレージュブラウンパールタイプ。 B もパールタイプですが、101のパレットのパールタイプよりもしっとりとした濡れツヤ感が出ている感じがします。すごく綺麗な大人っぽいカラーですね。はい、B こんな感じです。説明の通りグレッシュなブラウンカラーで洗練されたカラーですごく素敵ですね。パールの濡れツヤ感とベースのパウダーもしっとりとしています。普段使いもしやすそうですが、どこかこなれ感があって素敵です。続いて C はエナジェティックなゴールデンイエローパールタイプ。
パレットの見た目よりも明るめに発色しますね。もう明るすぎるオレンジという感じではないので、子供っぽい印象にはならなくて、可愛いですね。ラメはかなり微細なタイプが入っていて、全体的にまぶたにツヤを出してくれます。はい、C はこんな感じです。ゴールデンイエローとのことですが、少しビターなオレンジという感じの発色です。かなり微細なゴールドやシルバーのラメも輝いています。ベースのパウダーはふんわりとしている質感です。そして最後、D はエレガントでシックなアンバーブラウンパールタイプ。本当に説明の通りシックなアンバーブラウンという感じで可愛いですね。このブラウンも赤みに寄りすぎる感じでもなく、ベーシックだけどおしゃれ感があって、さすがアディクションという感じの色出しです。はい、D はこんな感じです。102のパレットは全体的に大人っぽくて洗練されたカラーが多かったですが、特にこのアンバーブラウンがすごく絶妙で、色っぽさもありつつ洗練されたブラウンで、普段使いもできそうなおしゃれなカラーでした。こちらもパールタイプということですが、パールのツヤやラメ感もそこまで感じないタイプです。では、アイシャドウを使ったメイクご紹介していきます。B のカラーを指に取って、アイホール全体に塗っていきます。今回のパレットは、スパークルタイプとパールタイプのアイシャドウで構成されていましたが、この B のパールが一番濡れツヤ感が出て、とても綺麗だったので、このカラーをベースに塗っていきます。本当に絶妙なカラーで素敵ですね。続いて D のカラーを指に取って、上まぶたの目の際から目を開けた時にカラーが見える位置まで発色させていきます。この2色は普段使いもしやすいベーシックカラーですが、おしゃれ感があって素敵です。こんな感じで2色で仕上げるとカラーの絶妙さが際立ちますね。続いて A のカラーをブラシに取って、下まぶた全体にラメを引いておきます。スパークルタイプはアイシャドウのグラデーションの上にポイントで重ねても可愛いですが、ベースに塗っておいて華やかさを出すのも素敵です。程よい陰影がつくカラーがベースについているので、下まぶたに塗っても白っぽく明るくなりすぎなくて、上まぶたとのバランスが取りやすいです。最後 C のカラーをブラシに取って、先ほど A のラメを塗った上にさらに重ねていきます。ベースもゴールド系の温かみのあるカラーなので、大人っぽいゴールデンブラウンとベースのゴールドラメが組み合わさって可愛いです。はい、102のアイシャドウ全色を使ったメイクが完成しました。ベーシックなブラウン系メイクですが、おしゃれ感とこなれ感があってすごく素敵だなぁと思います。特にこの B のカラーのパールのツヤめきがすごく綺麗です。派手なカラーメイクは苦手だけど、いつものブラウンメイクよりも少しおしゃれ感が欲しいという時に使いやすいパレットだなと思います。では E のニュアンサーをハイライトとして塗っていきます。ニュアンサーは多彩なパールが華やかにきらめくクリアピンクということで、ほんのり血色感のあるピンクカラーがつきます。
マスクから見える位置に血色感があるハイライトが欲しいという時にもいいですね。こちらもゴールドの大粒のラメがきらめいています。最後 F のチークです。抜け感を演出するぬくもりのヌーディーベージュということで、意外と肌の上にのせると明るめカラーで、発色もすごくナチュラルです。重ねていくとちゃんとカラーを出すこともできます。はい、F のチークはこんな感じでした。101のパレットよりももう少し肌なじみのいい、こちらもこなれ感のあるおしゃれカラーですね。微細なラメがキラキラと輝きますが、102のパレットはニュアンサーに結構大粒のラメが入っていたからか、F のチークはそこまでラメは強くないです。このチークもすごく可愛いですね。はい、102のディープルーツ。全色を使うとこんな感じのメイクに仕上がりました。102は全体的にベーシックなカラーでしたが、こなれ感があるおしゃれカラーでまとまっていて、個人的にもすごく好みでした。アイシャドウのグレーシュさもありつつ優しげなカラーと、このチークの程よいふんわり感の相性がすごくいいです。ニュアンサーは結構大粒のラメが入っているのですが、ニュアンサー以外でメイクすれば、普段使いもお仕事メイクとしても全然使いやすいんじゃないかなと思います。ベーシックカラーだと、このアディクションのカラーの絶妙さと、粉質の良さがより際立ちますね。はい、こんな感じで、10月28日から発売している、アディクションのホリデー第2弾、アイ&チークパレットの101番と102番、それぞれご紹介していきました。両方ともアイシャドウはもちろん、ハイライトとチークの粉質もかなりいいのと、ホリデーシーズンはもちろん、季節問わずどんな時にも使いやすいので、一つあると一年中活躍してくれるパレットなんじゃないかなと思いました。特に101はアディクションらしいトレンド感のあるメイクに仕上がって、102はベーシックだけどこなれ感とおしゃれ感のあるメイクに仕上がるので、気になっている方はぜひお早めにチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。